はい、皆さんこんにちは、キムです。今回は全カウンターシュートと、最強カウンターシュート技っていうのを見ていけたらと思ってます。はい、で前回はね、ロングシュートの技出しているので、まだ見てない方ね、ぜひ見ていただけると嬉しいです。で、次回以降でね、シュートブロック技っていうところもね、全部見ていこうと思うので、もうリストできているので、チャンネル登録して待っていていただけると嬉しいです。で、まず最初にね、カウンターシュートについてね、私の意見をね、ちょっとご紹介しようかなと思うんですけど、ちょっと表だけ見たいっていう方は飛ばしてもらえればいいかなと思います。はい。で、カウンターシュートなんですけど、私的にはね、全然必須じゃないかなというふうに思ってます。で理由としたら、結構ね、そのカウンターシュートを成功させるのってね、条件があるんですよ。なので、その条件をクリアしないといけないっていうところが少しハードルになってるのかなと思っていて、必須ではないかなというふうに思ってます。はい。で、私がね、現状分かっているカウンターシュートの条件で言うと、相手のシュート AT っていうのをこっちのシュート AT がね、上回っていないと、まずね、発動できないっていうところがあります。で、これのね、何が弱いのかっていうと、基本的にこのカウンターシュートってね、ディフェンダーが覚えている技、覚えさせる技になるかなと思うんですけど、対人戦がメインにはなっちゃうと思うんですけど、相手のフォワードが打ってくるシュート技に関してそれを上回るシュート AT をディフェンダーが出せることって基本ないと思うんですよ。クロニクルモードとか周回とかは別かもしれないんですけど、基本的に難しいかなと思っていて、でそれこそチェインとか相手はしてくるわけで、それを1人で上回るっていうことは基本的にできないのかなというふうに思ってます。はい。なので、対人戦でね、こう成功させるっていうのはすごい難しいかなと思いますね。すごい上手い方とかであれば、1枚ブロックをかませて2枚目の壁のところでカウンターシュートを選択するっていうことはできると思うんですけど、2枚完璧にそのシュートブロックができるかっていうとね、結構難しい場面が多いと思うんですよ。なので、ちょっとね、難しいかなというふうに思ってます。はい。でもちょっと、このゲーム結構やってる方とかであったら気づいたかもしれないんですけど、フォワード、例えば白龍とかザナークとか強いフォワードをセンターバックとかに持ってきてカウンターシュートを覚えさせればいいんじゃないか。それこそ白龍なんかはホワイトハリケーン覚えているので、そうすればセンターバックとかに持ってくればいいんじゃないかっていう考えになるかなと思うんですけど、これは私的な意見なんですけど、センターフォワードをセンターバックとか、サイドバックも含めですねに持ってくるっていうのはあんまりいい策じゃないかなと思っていて、サイドバックならいいかもしれないんですけど、その守備の要に持ってくるのはすごい弱いと思っていて、それこそ今正義が強い環境ではあるので、自分の自陣のね、目の前、キーパーの前にそのフォーカスの弱い、フォーカスの正義のカモになるキャラクターを置いとくっていうのがそもそも弱いと思ってるんですよね。はい。なので、選択肢としてそのフォワードをセンターバックに持ってくるみたいなのはあんまりおすすめできないかなというところでは正直あるかなと思います。で、ちょっとこのゲーム性的に、結構ね、そのターン性というか、一発シュート打って相手も打ってきてみたいな結構掛け合いになる場面が多いんですけど、そこでセンターフォワードをディフェンスに置いておくと、そもそもね、シュートブロックっていうところが弱い部分でもあるので、そこで早めに削られて負けるっていうところもね、結構あるかなと思うので、なので、センターフォワードをディフェンダーに置くっていうのは選択肢として個人的にはないかなと思ってます。はい。で、もう一個分かっている範囲で言うと、カウンターシュートに関しては消費テンションがね、多分倍になるかなと思ってるんですよ。倍かは正確には分からないんですけど、確実にそのいつもよりもかなり多くテンション消費してるんですよ。例えばテンション消費60の技を打ったとしても、だいたい120とかそんぐらい、150とかなんかそれぐらい減ってる感じはするんですよ。はい。なので、通常の倍近くテンションが減るっていう感じなので、それだったらシュートブロックを成功させて、はい。キーパーとかに回してキーパーでロングシュートを打った方がまだマシかなっていうのは正直ありますね。とはいえ成功すると、かなりね、相手のシュート AT も乗っかった状態でシュートを打てるので、かなり強力なシュートが相手に跳ね返る形になるので、結構ロマン砲みたいな形で使いたい方は結構いいかなとは思います。はい。なので、センターバックに1枚仕込んどくとか、相手の火力が低い技が来た時にそれを打てるようにしとくっていう感じであれば全然使い道はあるかなと思うので、ディフェンダーに1個だけ覚えさせとくみたいな、仕込みみたいな要素であったらすごいいいのかなとは思いますね。だけどカウンターシュートをもうディフェンスの要として考えているのであれば、少し戦いが難しくなるのかなというふうに個人的には思ってます。ちょっとこれはね、私の意見なので、もし皆さんもね、何かご意見があればコメント欄に書いていただけると嬉しいです。はい。じゃあちょっとね、長々しくなっちゃったんですけど、早速やっていこうと思います。はい。じゃあまずね、風属性からやっていこうと思うんですけど、風属性こちらですね。
はい。で、基本的に威力に関しては、60と70が基本になっている。50もあるんですけど、はい。で、一応見方に関しては左が技名が載っていて、その横に威力。で、その右に入手場所が載っているので、入手したい方は、右の方を見てね、入手ぜひしてみてください。はい。で、風属性に関しては、ロングシュートのところでも言ったんですけど、結構ね、遠藤とか、シグドママとか、シンスケとか、結構ね、山属性が多い環境なので、風属性のシュートっていうのは、ね、結構強い環境かなとは思ってます。はい。なので、基本的に威力はね、60と70っていう感じに風属性はなってるんですけど、カウンターシュートであれば、シュート AT 依存ではあるので、70の技っていうのを覚えさせておくのが一番いいかなというふうに思います。はい。なので、この稲妻落としか稲妻1号っていうところが一番いいかなと思ってます。はい。で、次が、林属性ですね。はい。林属性に関しては、こちらですね。で、基本的にこの60の技しかなくて、ガニメデプロトン、ダークトルネード、ダークマターっていう、この60の技しかないんですよ。はい。なので、選択するなら、どれも一緒っていう感じですね。はい。なんで、完全に好みで欲しいものをゲットしてみてください。覚えさせてくださいっていう感じです。はい。で、ロングシュートのところでも見たと思うんですけども、林属性のシュート技って結構、少ないですよね。なんでこんな、その選ぶ範囲があんまりないんだろうなっていうのは、ちょっと思うんですけど、林属性で使いたい方っていうのは、この3つの中からどれか選択する。好みですね。選択してもらうのが一番いいかなと思います。はい。で、次が火属性ですね。はい。火属性に関しては、60の威力で使いたい場合は、このど根性バットですね。60で使いたい方は、これしか選択肢がないので、火属性の60威力で覚えさせたい方は、ど根性バットを入手してみてください。はい。で、70であれば、流星ブレードとアトミックフレア、どっちも選べるので、どっちかお好みでっていう感じですね。はい。で、流星ブレード、個人的に好きなので、どっかで仕込んどきたいなとはちょっと思ってます。はい。じゃあ次がね、山属性やっていこうと思います。山属性に関しては、こんな感じですね。はい。で、ぶっ飛びジャンプとクンフーアタックが威力50の技になってるんですけど、60、威力60の技で選択したい方に関しては、バタフライドリームが一択っていう感じになるので、60で使いたい方に関してはバタフライドリームを入手してみてください。はい。で、最後にね、無属性っていうのがあるので、無属性の方を紹介していきたいと思います。はい。で、無属性に関しては、こちらのゼロマグナムですね。が、ボックス、レジェンダリーボックスで入手することができるので、はい。無属性で使いたい方に関しては、ゼロマグナム入手してみてください。はい。で、威力に関してもね、ゼロマグナムが、85威力があるんですよ。他の属性が基本的に最大が70だったと思うので、ゼロマグナムが最大威力っていう感じの技になるんですよ。はい。なので、実際に覚えさせて対戦で使うってなると、結構ね、ゼロマグナム一択かなとは個人的に思ってます。はい。という感じですね。なので、結構ね、カウンターシュートに関しては、上級者向きの技かなと思います。環境が煮詰まってない現在だと、そこまで必須で覚えさせる必要はないのかなと思います。これから研究が進んでいけばカウンターシュートが最強っていう感じにはなるかもしれないんですけど、現状だとそこまで必須技ではないかなっていう感じではあるので、仕込み的な要素でぜひ覚えさせてもらえたらいいかなと思います。はい。で、明日以降にシュートブロックの技っていうところもね、全部紹介していこうと思っているので、ぜひチャンネル登録して待ってていただけると嬉しいです。はい。では、この動画が参考になった方はチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。